Have you ever seen a Western? 西部劇を見たことはあるか？レコーディングエンジニアのトム・ダウドが投げかけた意味深な問いとは。1967年5月、ニューヨーク、アトランティックスタジオ。そこには、当時最高のミュージシャンたちが集まっていた。エリック・クラプトン、ジャック・ブルース、ジンジャー・ベイカー、スーパーグループ、クリームだ。アルバム、ディズレー・リギアーズの制作は順調に進んでいた。しかし、一曲だけ、完成しない曲があった。サンシャイン・オブ・ユア・ラブ。何度演奏しても、グルーヴが定まらない。ドラマーのベイカーは様々なパターンを試すが、どれもしっくりこなかった。一方、エンジニアのトム・ダウドはバンドサウンドについて困惑していた。彼はレイ・チャールズやアレサ・フランクリンを手掛けてきたジャズレコーディングのベテランだ。しかし目の前にあるのは、これまで経験したことのない異常な爆音だった。100ワットのマーシャルアンプが3本。ダウドは後に語っている。それまで手掛けてきたバンドはせいぜい20ワット。6、7人編成のバンドでさえ、この3人ほどうるさくはなかった。この曲のトラッキング作業は行き詰まっているように思えた。その時、ダウドはメンバーに言った。Have you ever seen a Western? 西部劇を見たことはあるか？西部劇に出てくるネイティブアメリカンのビート、ダウンビートを強調した血を這うような重いリズムだ。ベイカーはそのアイデアを試し、ついにパズルのピースがはまった。しかし、この誕生秘話には別の顔がある。後年、ベイカーは、あのパターンは俺が考えた、ダウドの提案など聞いていない、と主張した。これに対し、ブルースはトムの提案だったと否定し、真実は今もスタジオの壁の中に消えたままだ。そして、あの象徴的なリフは、ブルースがジミ・ヘンドリックスのライブに衝撃を受けた夜に生まれ、クラプトンのギターソロは、トーンを絞り切ったウーマントーンと呼ばれる独自の技法で彩られた。柔らかく、甘く、歌うような音色。ダウドはこの爆音を捉えるため、ドラムに3本のマイクを立てた。オーバーヘッドにノイマン U47、キックとスネアにエレクトロボイス。最小限の機材で、ロックの概念を変えるサウンドを記録したのだ。考え抜いたドラムパターン、爆音との格闘、そしてエンジニアの極めつけのヒント。サンシャイン・オブ・ユア・ラブは、こうして生まれた。